はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日は福岡にあります、ガーデンテラス福岡さんをご紹介したいと思います。では、早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子とってありますので、ご覧ください。
はい。では、お部屋ご紹介したいと思います。右側が大きな、これ鏡になってます。で、お部屋の位置ですが、エレベーターを上がりまして、今日のお部屋は、これかな？こちらのお部屋になります。1フロアに4個ということ、4部屋ということで、結構ね、部屋数は少なめかなと思いますよね。はい。では、早速行ってみたいと思います。まず入ると、ここで靴脱いじゃうかな。脱いじゃいます。左側にお手洗いあります。こんな感じ。これどんな感じ？開いたりしちゃう？あ、開きました。はい。ご苦労様です。はい。で、手洗うところもあります。タオルもあります。こんな感じです。はい。ちょっと、何緑って言いますか？若草色みたいな色ですか？合ってるかな？はい。こんな感じの色味になっております。上品ですよね。はい。お邪魔しました。で、もう部屋全体が見えますので、撮ります。こんな感じで。今日はツインのお部屋です。結構これは、平米数ありますよね。50平米ぐらいありそうかなと思います。結構贅沢な広さだなと思います。はい。で、こちら、洗面台とかありますが、こちら、後でもう少し見ますが、もちろんここ、閉まりますので、こんな感じで。はい。コーナーね。こんな感じで両面閉まります。はい。で、左側にクローゼットとかあるので、ちょっと開けてみます。こちらがクローゼットで、バスローブも上にあります。バスローブは結構重ためかな？しっかりしたやつです。はい。で、あとはこちら。リラクゼーションメニューありますね。マッサージあります。これ切ってくれるってことかな？はい。あとは金庫とか、袋あります。ランドリーサービスもあります。スリッパもこちらありますが、スリッパはふかふかです。いい感じ。はい、こんな感じになっております。よいしょ。よいしょ。で、右側のスペースが、上がグラスとかですね。こんな感じであります。お茶入れるのもありますし、通常のものもありますし、コーヒーカップみたいのもあります。水2つあります。で、ネスプレッソのあり、ケトルこちらにあります。で、スナックこんな感じです。はい。で、一応追加のご注文はこんな感じなんですが、追加です、これは。すでにあるものは宿泊費に含まれてます。なのでこちらのスナックも OK。で、下の飲み物も宿泊費に込みです。こんな感じでプレミアムモルツとかビールもありますし、コーラとかもあります。はい、こちらは宿泊費に込みです。これ嬉しいですよね。はい。こんな感じです。はい。で、これ開いてたので、このままにしとこうかな。はい。冷蔵庫はこの状態にしときます。で、こちらの水回りってお風呂場スペースですかね。洗面台は2基のタイプで、石ですね。コンコンってやる必要もなく石ってわかりますが、はい、こんな感じで。おしゃれですよね。2基のタイプで高級感もあると思います。で、こちらの鏡もかなり大きいので、はい、有利ですね。で、ドライヤーとかあるかな？ちょっとここ開くかな？あ、ドライヤーもあった。こちらのモデルになります。サラサラです。はい。あと、アメニティとかが、こちらか。アメニティはこんな感じで、まあ、すべてありますね。バスソルトもありますし、ボディタオルもあります。はい、いい香り。で、アメニティはブルガリです。ブルガリなんだ。はい。で、右側もあるのかな？こちらは空でした。はい、こんな感じで。固形石鹸はブルガリが置いてあります。で、お風呂場行ってみたいと思います。こちらは、ジャグジーです。はい、贅沢ですよね。ちょっと外の音入ってますが、こんな感じ。メインシャワーもあって、お風呂場もかなり広いですよね。はい、優雅だなと思います。で、アメニティはこんな感じ。ガーデンテラスホテルズって書いてあるので、一応、オリジナルのものが作ってあります。はい、こんな感じで。ちょっと外の音が入ってますが、こちら、向こう側から一応テラスがあるので、テラスまた出てみたいと思いますが、ジャグジー十分広いですね。はい、こんな感じです。いい感じ。はい、で、下に一応、パジャマ。パジャマはズボンタイプです。おしゃれ。こちらに体重計もあります。はい。で、ベッド周りも行ってみたいと思います。
ベッドサイド、コンセント確認しておきましょうか。USB が、これか。USB と通常のコンセントがあります。はい、こんな感じです。よいしょ。で、デスクは、開けてみるけど全部空な気がしますよね。はい。こんな感じで。いろいろ、ジャグジー用のね、アイテムもあります。キャンドル、日本酒風呂、バスボム、バブルバス。はい、いろいろあります。面白い。プラネタリウムの機械も貸してもらいます。ちょっと面白いですね。はい。で、これは、インルームダイニングかな。これは、インルームダイニングなのかな。レストランのメニューかもですね。レストランメニューっぽいですね。はい。で、今日は朝食をチェックインの時に選べますが、こんな感じで和食、洋食、フルーツ朝食から選べます。で、アラカルトも選べます。ちょっとアラカルトも豪華ですよね。明太子シューマイ、鉄板焼きミニステーキとかも、こちら自由に頼むことができます。ちょっと朝食も楽しみ。はい、こんな感じになっております。はい。で、こちらが、リビングスペースっていう感じですかね。はい、テレビも結構大きい。こんな感じです。いいですかね。で、ベッド逆サイドも通常のコンセントと USB です。はい、こんな感じ。この辺は多分、空ですよね。はい、特に何もないです。で、こちらに空気清浄機あります。部屋こちらから見ると、結構広い。こんな感じになります。はい。このお部屋は、この緑でね、色が統一されている感じですが、お部屋によって雰囲気多分違うので、また予約するときは、サイトなどご覧いただいてね、自分の好みに合うお部屋を予約いただけたらいいと思います。はい。で、一応、テラス出てみます。今日はね、あいにくの天気なんですが、一応出ます。テラスも十分広さあります。で、景色はね、あそこがアウトレットですか？で、教会みたいに見えますが、めちゃくちゃ眺望がいいとかっていう感じじゃないですけど、開放感あって贅沢じゃないかなと思います。はい、お部屋戻ります。はい、ということで、今日はこんな感じのお部屋になります。で、今日は夕食もホテルでいただこうと思うので、レストランに行くのと、朝食も予約してますので、お食事の話もこの後少しできるかなと思います。あとは、こちらのホテルは、宿泊者専用のラウンジスペースがあるので、そちらもね、写真とか載せながらご説明したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。では、前半これで失礼したいと思います。失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はこちら、ガーデンテラス福岡さんをご紹介したいと思います。場所はこのルームキーの後ろに住所が載っているので、福岡県福岡市西区小戸 2-3-55 っていうところにあります。はい。福岡空港からは最寄りの駅まで電車で30分くらいで、その駅からタクシーで1000円くらいの距離感になります。空港からタクシーでフルに来てしまうと4000円とか5000円とか行ってしまうと思うので、こちらはね、地下鉄が福岡空港は直結なので、地下鉄に乗って、最寄りの駅まで来るのが、空港から来る方は一番いいのかなと思います。はい。で、まず、ホテル全体のね、印象ですが、結論から言うと、かなりいいホテルだったなと思います。はい。外観といいますか、敷地に入るまでの感じと、入ってからのね、雰囲気だいぶ違うなっていう感じで、入ってしまうと、ホテル内の雰囲気、ホテルの世界観に入り込むっていう感じで、都会の中にあって、ちょっとね、非日常を感じられる空間という感じで、素敵なホテルだったなと思います。はい。で、中もとても綺麗で、デザイン性が高いといいますか、おしゃれな感じで、建築美も感じつつ、ラグジュアリー感もあるホテルで、とても良かったですね。で、ホスピタリティもホテルのスタッフの方がものすごく多いっていうホテルではないですが、しっかりラグジュアリーホテルのホスピタリティだなという感じで、どこにいても丁寧な対応をいただけましたし、レストランとかのね、対応もとても気持ちのいいホテルで、はい、素晴らしい
ホスピタリティを持ったホテルかなと思います。で、ちょっと教会みたいのがね、すぐ横にあるので、敷地内だと思うんですけど、結婚式場とかがね、併設されてると思いますので、そういうね、こう、ホスピタリティの、こう作り込み方には慣れてると言いますか、そういうノウハウをね持ったところが経営してるホテルかなっていう感じがしましたので、はい、素敵な対応いただけたかなと思います。はい、でいくつかポイントをお伝えしていこうと思うんですが、まずお部屋ですが、お部屋は今日40平米くらいのお部屋だったと思うんですけど、平米数に対して広く感じますね。50平米ぐらいあるような感じがしました。なので空間の作り方も良かったんだと思いますし、高級感もあって良かったですね。多分映像で見る以上に実際に来た方が高級感を感じるんじゃないかなっていう感じがしましたので、素敵なお部屋でした。でテラスもあるのでね、ちょっと涼しんだり、ミニバーがねフリーフローになってるので、お酒とかをテラスで飲むのもいいかなと思いました。はい、で、アメニティがブルガリーの石鹸だったり、お風呂がジャグジーが完備だったりということで、結構ねお風呂も楽しかったですね。はい、温泉もいいんですけど、ジャグジーも、ね、楽しいなと思いました。はい、で、お部屋はそんな感じですかね。とても木を使っていて、ただね木だけに覆われてるというよりは木のテイストもねうまく使ってるという感じで、おしゃれな空間感じれたなと思います。はい、で、お部屋以外だと、16時から22時の間は、ホテルのロビーのところのラウンジが宿泊者専用のラウンジになりますので、ソフトドリンク、アルコール、簡単なおつまみがフリーになるという、クラブラウンジみたいなね感じになりますので、こちらもね良かったなと思います。はい、で、ちょっと写真載せますね。はい、で、あとはこちらプールがねついているので、ちょっと写真載せようと思いますが、プールは温水プールということで、気合がある方は真冬でも入れるかもしれませんし、秋とかね春くらいなら気持ちよく入ってさっとお部屋に戻ってっていうこともできるかと思いますので、温水プール付きなのも良いですね。夏とかはこういうのもね楽しみに来るのもいいなと思いました。はい、であとは今日はレストラン利用しましたので、夕食に和食のお店でお寿司の簡単なねコースをいただきましたが、食べ物もね美味しいです。ちょっとポン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 って出していこうと思うんですけど、前菜、お寿司、天ぷら、デザートっていう感じで、デザートもなんかこうコース料理に出てくるデザートとしてはかなりしっかりしていて、どこもね隙がないというかしっかりしたメニューで満足度高かったですね。東京だとどうですか、1万5,000円から2万円ぐらいするようなコースの感触味でしたね。なので大満足で、ちょっとここで価格は季節性もあると思うので控えますが、もしよかったらねサイトで調べていただいて、その時期によってねお寿司のコースとかは値段が変わってる可能性もあるので、ちょっと見ていただきたいですが、はい、ぜひね夕食はお寿司もしくは鉄板焼きのお店もあるので、どちらもコース料理としては、6,7,000円から15,000円くらいのゾーンですかね。なので東京で食べるよりもお安く感じると思いますが、値段以上のクオリティを感じた夕食でした。はい、で、あとは忘れてた、ホテルに着いたのが少し早かったのでフレンチトースト食べましたこれは付録みたいな感じですけど、フレンチトーストもとても美味しかったですね。アイスクリーム乗ってて、はい、私は愛知県出身ですが、あったかいフレンチトーストにアイスが溶けていく感じは、愛知県発祥の米田コーヒーの白ノワールの雰囲気。これね、結構スピードはせかされるんですけど、あれ美味しいですよね。はい、蜂蜜かな、メイプルシロップかな、乗ってたと思いますが、こちらも良かったです。はい、で、最後に朝食ですね。朝食もご紹介したいと思いますが、朝食はまず、和食と洋食とフルーツ中心の朝食3つから、メインを選べます。でこちらは私は和朝食にしたので和朝食の写真載せようと思いますが、それプラスサイドメニューの表があって、サイドメニューからは好きに頼めるという感じですが、ステーキがあったりとか、明太シューマイみたいなご当地ならではのね食べ物とかもあったりして美味しかったですね。で、食事会場は、レストランがとかしてですね、和食の、お寿司のレストランと鉄板焼きのレストランが朝食会場として使われてたんですが、鉄板焼きカウンターで食べる朝食何気に初めてだったなと思います。でステーキをサイドメニューで注文したんですが、そちらね鉄板で焼いてくれるのも前で見れて
ちょっと優雅な朝食で、朝食もかなり美味しかったですね。はい。いや、料理はね、かなり満足度高いホテルでしたね。はい、そんな感じになります。ということで、全体的にお部屋もホスピタリティもお食事もとても満足度高かったです。で、お部屋のミニバーが宿泊費に込みで、クラブラウンジみたいな形で飲み物もフリーで、アルコールもあるということで、お酒好きの方はとても良いですね。で、朝食の、ドリンクメニューにアルコールあったので、スパークリングワインとかワインとかビールもあったので、これも結構すごいですね。私はあまり朝からお酒飲もうってならないですが、お休みの日はね、朝から飲んじゃおうっていう方もいらっしゃると思うので、朝からあるってちょっといいかもしれないですね。はい。という感じです。ということで、福岡の市街地からはね、少し離れてますが、福岡市の素敵なホテルだったなと思いますね。これは来てよかったです。はい。ということで今日は、ガーデンテラス福岡さんをご紹介しました。福岡でね、ホテル探されてる方は、ちょっといい候補じゃないかなと思います。最近はね、リッツ・カールトンさんとかができたり、福岡もちょっとホットになってきてますが、もっとね、できてくれるかもしれないですね。はい。ということで今日はこんな感じで終わろうと思います。またよろしくお願いします。失礼します。